サンディングシーラーを吹いていくんですけれど、次の塗料を吹く前の足付け作業として軽くこうやって全体を傷をつけます。これが1回目を吹いた後ですね。はい、これで一通り OK ですね。もう一度きれいにマスキングをして、それで色吹き作業です。はい、色吹きなんですけれど、無水エタノールですね。それからスティマックで売られてる、ヴィンテージアンバーで、クリアラッカーですね。でこのクリアラッカーは初めにご説明した通り、原液を50、それからシンナーを50、1対1ですね。でプラス季節によって、ノンブラッシングスーパーっていう曇り止めを 10% ぐらい、10% から 20% ぐらい入れてます。とりあえずどのぐらい作ろうかな。100とかそんぐらいでいいと思うんですけど、これ今 100ml のビーカーですね。30ぐらいでいいかな。30-40ml の無水エタノールを入れて、これに出にくいな、2滴ぐらいかなに、よいしょでかき混ぜます。でそれに対してクリアラッカーを入れるんですが、これなんで最初に無水エタノールを入れるかっていうと、無水エタノールに対してこの染料を最初に入れた方がよりね溶けやすいんですよ。であとはまあ着色層、色吹きの際には通常のクリアラッカーのこの濃さ濃度より少しねサラサラさしたいんですね。粘性を低くしたいっていう、そういう目的で無水エタノールを混ぜてます。無水エタノールじゃなくてもシンナーでも大丈夫ですけどね。でちょっとこの段階で、こういう白いねコピー用紙とかにちょっと吹いてみましょう。少しねアンバーが塗られたんですけれど、実際に吹くバインディングのこの部分とこう見比べてみて色合いをね、チェックしましょう。まあ色合いをチェックというか濃度ですね。薄めのアンバーを繰り返し吹いて、それで目的の濃さにした方が失敗が少なくて済みます。薄い色を何回か塗り重ねていって濃い目的の色にするのはできますけれど、その逆はできないので、目的とする色合いがどのぐらいだったっけなってちょっと分かんなければ、こういうねトップのこの部分とかね少しマスキングを剥がしてみて、それで色合いをチェックしたりねしてみてください。ちょっとね、2滴だけじゃ色が薄いので、もうあと2、3滴足します。
この色吹きっていうのは私もね塗装のプロじゃないんで本当にね難しいです。一番最初に言ったように2、3回吹いてそれで仕上げることが多いですね。いきなりねドンズバで1回吹いただけで同じ濃さに仕上げるっていうのはかなりね難しいですよ。こうやってね吹いていくとどうしてもこう重複する場所ってあるじゃないですか。その重なったところだけ結局濃くなっちゃいますから、後でそういう部分も考えながらこうねいろいろこうやって見ながら、ここちょっと薄いかなと思ったらちょこっとそこだけこう足してあげるとかね、そういう風な吹き方でやってます。はい、塗り終えました。まだ今塗った直後です。この段階で塗装ブースでの光の加減じゃなく、外の光がね、差し込んでくるようなところとか、窓際とかそういうところで、こうやって全体をくまなく見てみます。部分的にちょっとこう色が薄いだとか、そういった部分も見えてくるので、そういうところを手直しします。もしあればね。で今のところこれ全体的に綺麗に塗れました。見ていただいてって分かったと思うんですけれど、バインディングのこの白い部分だけを吹くんじゃなく、そうじゃない部分も吹いてましたよね。それはなぜかっていうと、こういう色合いの場合は木の部分をアンバーで塗らなくても目立たないんですけれど、全体をこのアンバーの色でこうコートしてあげる。分かるか分かんないかちょっと微妙ですけれど、全体の統一感は出るはずです。はい、今ね、さっきのアンバー色を吹いてちょうど20分ぐらい経ったんですけれど、これからクリアラッカートップコートを渋めに全体にこうまぶす感じで吹いていきます。それはなぜかというと、翌日明日から本格的に今度はクリアを4回とか5回とか毎日塗り重ねていくんですね。でその段階でさっき吹いた色のアンバーの層がこう少し垂れたりしないように色抑えという意味合いで吹いていきます。1回だけね。
はい、今拭き終わりました。よく見てください。こんなような感じで、手からしちゃダメです。手からすほど多めに塗料を拭いてはダメです。艶消しねぐらい、そのぐらいの感覚で拭いていきます。で今までの経験上ね、これやんなくても、翌日からクリアの塗料をガーッと吹きつけていってもまず色が垂れることはなかったんですけれど、一応念のためこういう風にするといいよという風に教わりました。実際そうだと思うんですよね。そういう色抑えという効果はあると思うので、忠実に今でも守ってます。せっかくね、こうやって綺麗に色付けした後にその塗料が部分的にこう垂れてきてなんかこう滲んじゃったりね、そういう風になったらやっぱり悲しいじゃないですか。もうそうなったらまた、サンディングシーラーのところまで削らなきゃいけないですからね。はい、でこれで翌日から4回か5回ずつ拭いていきます。動画撮るの夢中で、バック面塗るの忘れてました。今から塗ります。おはようございます。クリアラッカーの1回目を拭いていきます。その日の1回目はネックの部分がまだ全然ねこう手で持てます。で2回目以降はネックの部分持てないので、こういう風にねサウンドホールとかその他のところを持ちながら工夫しながら塗っていきます。
はい、1回目を濡れました。このようにね、テカリが出るぐらいしっかりちゃんと塗ります。昨日のね、渋めに吹いたやつとは全然違いますよね。トップコートのこれ2回目ですけれど、もうこの段階では、ネックを持ち手にできないんですね。なのでご覧の通り、サウンドホールを持ち手にしてそれで吹いてます。まあそうだな、最初の4回だったらギュッと力さえ加えなければ割とね持ち手としてできる場合はあります。ただどうしてもねわずかな指紋の跡とかそういうのが付着しちゃうんですね。そこまでまだ塗料が固まってないですから、30分40分乾かしただけじゃ。なので極力ネックを持ち手にしないようにと言ってもね、こういう風な持ち手がないこともあるんですよ。そういう構造の楽器もあるので、そういう場合はもう仕方ないのでネックを持ち手にしてやってます。あとはネックをね握らなくてもフックに引っ掛けてやるっていう方法もあります。それでもねうまくいきます。4回拭き終わりました。で明日もまた4回拭きます。おはようございます。2日目です。今から1回目を拭いていきます。つまり昨日4回拭いたので、5回目ってことですね。
おはようございます。今日でクリアラッカーの3日目です。1日4回吹いたので、今8回吹いてますね。で、今日最後の4回を吹いて、これでもう塗料吹きは終わりです。で、最後の4回吹きに関しては、私の場合、クリアラッカーのこの希釈を多めにしてます。ラッカーシンナー、これが今、この容器に入ってます。で、今ちょうど、これがね 300ml ぐらい残ってるんですよ。 20% ぐらい希釈したいので 300ml の 20% で 60ml ぐらい、ちょっと薄めます。諦めろ悪やからあんたらなんかちまたなんてもかなわバーバラバーバラバーバラ何事もない速さ。はい、それから最後に4回吹く前によーくね、今まで吹いたこの塗装面の状態を確認します。さっき確認したんですけれど、場合によっては糸くずとかね、そういうのが付着してそこだけちょっとこうボコって盛り上がってたりとか、サンディングシーラー層で埋めたはずの小さな陥没ね、そういう部分が未だにね残ってるところとかある場合があるんですね。そういうところがあったら、まあ、例えば陥没箇所であればクリアラッカーをまた爪楊枝でピョッとこうつけてあげて、もう一回一晩乾かすとかね、ちょっとこう盛り上がってる部分とか凸凹の部分があるんであれば、そこの部分を1000番ぐらいのペーパーで、水溶きペーパーで、きれいに平らにならしておきます。そういう風な処置をした後に最後の4回を吹きます。でね、これはラッカー塗装なのであんまりこう厚く塗られることはないですからいいんですけれど、ポリウレタンの、トップコートの最後の3回とか4回吹きをするときには、さらにねもう一回このマスキングテープを剥がして、この際の部分とか段差を取っておくんですよ。あとこの指板面のこの際の部分の塗料を剥がしておいて、それから最後の 3,4 回吹きをします。そうすることで今までこう吹きつけてきた塗料の厚みがねこうリセットされて、一番最後にマスキングテープを剥がす時に楽ですし、綺麗に仕上がるんですよ。まあもちろん事前の処置とかしないで仕上げて、後から全部綺麗にこう残りの塗料とかね、そういう部分をこう削っていってもいいんですけれど、それはもう自由ですね。少しこうラッカーシンナーを入れて薄めてますよね。なので、ガンをこう動かす速さもう少し速くしてます。薄めれば薄めるほど吹きつけた瞬間にこうノリがいいっていうんですかね。なので、このガンの速度も微調整します。4回目です。最後ですね。はい、これでクリアラッカーを、3日間にわたり4回4回4回、つまり12回合計吹きました。この後約2週間ぐらい乾かして、でその後水研ぎをしてバフィングして完成です。そうそう、使った分量なんですけれど、最初に、1000ml ほぼ満杯までクリアラッカー作りました。で今残ってるのが、100なので約900使ったことになります。クリアラッカーを12回吹いて、約 900ml 使ったことになります。
でただし、着色の際には作った分量のほぼ3分の1ぐらいしか使わなかったので、あとは捨てたりしてたので、まあ大体そうですね、850ミリとかそのぐらいかな、使った分量としては。まあ大体の目安ですけどね。あとまあ滑りが良くなるっていう感じですね。教科書に書いてあったのかな。ではついてきます。はい、でこの水研ぎという作業なんですけれど、この辺とかね、この辺りか、1500番をもういきなり使ってます。これもそうですね。この辺、このスポンジパッドですね、1500番で、全面を仕上げていきます。